皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国のニュース3本立てです。しかし、この3本のニュースを皆さんに聞いていただくわけですが、その後の感想を私は予想しましょう。その感想というのは、なんだいつもの韓国のニュースそのままじゃないかと。私はこの予想がかなり当たるだろうと思っていますが、しかし、問題が繰り返されていることそれ自体が大きな問題なのです。今回紹介するニュースというのは3つですが、そのうちの2つは強制徴用工問題と慰安婦問題です。日韓問題の主要議題であるこの2つですが、一体今韓国でどのような報道がされているのか見ていきましょう。そのうちの1つは少し目を疑うようなものです。それでは関連ニュースをどうぞ。日本、金融制裁カード検討。サムスンは海外資金を日本に依存。日本政府が強制徴用裁判に関連し、自国企業の差し押さえ資産が現金化される場合に対応して報復措置を本格的に検討中だと伝えられた中、次の動きは金融制裁になるという見方が出ている。茂木外相は、徴用工問題は日韓請求権協定ですでに解決済みの問題。関連企業と緊密に連携しながら、あらゆる選択肢を視野に入れて対応を考えると明らかにした。共同通信によると、報復措置として、韓国人に対する観光目的などの短期ビザの免除を中断し、各種ビザ取得条件を厳格化する案が上がっている。この場合、日本政府が新型コロナウイルスの影響ですでに入国禁止としているため、効果よりも象徴的な意味が大きいとみられる。中韓日本大使の一時帰国も、2017年にプサン領事館前の肖像像設置に反発して帰国した長峰大使が成果なく85日ぶりに韓国に戻った事例を考慮すると実益がないというのが大半の意見だ。いわゆる報復措置については次は金融制裁になるという声が出ている。元外務副大臣の佐藤正久自民党議員は最近あるテレビ番組に出演し、制裁は金融分野が最も効果があるとし、サムスン電子の海外資金の大半は日本のメガバンクから借りたものだ。韓国企業は金融の相当部分を日本に依存していると主張した。武藤元駐韓日本大使も韓国企業がドルを調達する際、日本の銀行が保証したものを回収すれば、韓国のドル調達負担が高まるはずと述べた。ただ、これは日本の銀行にもマイナスになるため、日本も対抗措置を望まないと話した。麻生副総理は文藝春秋1月号のインタビューで、韓国との貿易を見直したり、金融制裁に踏み切ったり、やり方はいろいろある。いずれにしても、日本より経済規模の小さい韓国が先に疲弊するのは間違いないと述べている。日本企業の資産の現金化に関しては、原告企業の日本製鉄が最高裁強制徴用判決を受け入れていない中、8月4日に書類公示送達期限を控えている。この期限を過ぎれば本格的な売却手続きが進行される。東京の外交筋は差し押さえ決定文の公示送達効力が発生しても債務者尋問、売却命令など後続の手続きが残っていて直ちに現金化が進行するわけではないが、日本側は動向を注視していると伝えた。徴用工問題に続いて慰安婦問題についても韓国では動きが起こっています。肖像像の前で贖罪する安倍像をどう思いますか？慰安婦を象徴する肖像像の前にひざまずいて贖罪する日本の安倍首相を表現した彫刻が8月に公開されるという話が伝えられ、設置が適切かどうかをめぐって論争が巻き起こっている。ネット上には政策の意図に共感する人々がいる一方、韓日外交関係に否定的な影響を与えるという懸念も出ている。そしてこちらの写真が安倍首相が土下座スタイルで謝罪しているという像です。現在はまだ一般公開はされていませんが、この後一般公開に向けて準備が進められているということです。韓国自生植物園は8月10日に永遠の贖罪と題した彫刻を一般公開する。高さ 1.5 メートルの座っている肖像像の前に身長180センチメートルの安倍首相の像がひざまずいて謝罪しているという作品だ。作品を制作した彫刻家ワン・グワンヒン氏は、贖罪を知らない日本は作品のようにぬかついて我々がもういいと言うまで贖罪して初めて許しを考えることができるということを継承化した彫刻だ。安倍首相は植民地支配や慰安婦問題に対する贖罪を回避するという正反対の行動をしていることを刻みつけ、
反省を促す作品だと語った。ワン・グアンヒン氏はまた、作品の題名は小説家が決めたとも明らかにした。彫刻を私費で作った韓国自生植物園の園長は、慰安婦のおばあさんたちがきちんと受けるべき食材を作品でも表現して民族精神を高揚し、日本が心からの謝罪と歴史の過ちを反省し、新たな日本に生まれ変わるよう祈る気持ちで作ったと説明した。しかし、この作品の制作が伝えられると、ソーシャルネットワーキングサービスなど、インターネット上では制作の趣旨に共感する声と同時に、批判の声も相次いでいる。26日午後、SNS 上では、傑作の誕生と作品を紹介した投稿文に対して、約1000人が共感する、共感しないなど、様々な表情のアイコンをクリックした。他のネットユーザーも作品について、肖像像はひざまずいた安倍グッド、壊されないように管理をちゃんとしなければいけなさそうだ。これはソウル市の日本大使館前の肖像像に設置しなければならないような気がする。久しぶりに素晴らしい芸術作品を鑑賞したと肯定的な反応を見せている。そして最後に、前の2つの記事とは直接関係はないのですが、普段韓国がどのような評価を受けているのか、それがわかる記事も紹介しておきましょう。ドイツ、韓国、ロシア参加の G7 拡大に反対。現体制が合理的。G7 首脳会議にロシアと韓国などを参加させたいというドナルド・トランプ大統領の構想にドイツが反対の意向を示した。ドイツのハイコマース外相は26日、ドイツの日刊紙ライニッシュポストとのインタビューで G7 と主要20カ国は合理的に組織された体制とし、今は主要11カ国や主要12カ国は必要でないと話した。トランプ大統領は先月ロシアと韓国など4から5カ国を G7 に加入させて会議体制を再編しようという構想を打ち出した。一方ドイツに先立ち、イギリスとカナダもロシアの復帰に反対したことがある。日本は韓国の G7 参加に反対するという意向をアメリカ政府に伝えたことが分かった。今回紹介したニュースの中でやはりインパクトが強いのは何といっても肖像像の前にひざまずく安倍総理の像の話でしょう。この写真を見たとき私は思いました。こういう像を作る人がいるから韓国の人たちも喜ぶだろうし、同時に日本の人たちも、やっぱり韓国の人たちはこういうことをするんだなという話になる展開は避けられないだろうと。今回の記事の中ではそれこそ賛否両論ありましたよという紹介がされているわけですが、ここで一つ大きな問題があります。それは日本でこのような何か問題があるとなった時に皆さんはどのようなニュース報道などを見るでしょうか。例えばインターネット上ではこのような案件についてはそれこそ炎上している、つまり一方的に批判的な声が高まるといったことが起こります。つまり何が問題かというと賛否両論の賛成の側がそれなりの数がいる。これこそがまさに韓国の大きな問題なのです。こんなことをしては日本人が怒るのは当然だという批判が一方的に上がって炎上するならまだ正常な範囲でしょう。しかし韓国においてはそのようなことはなく賛否両論、つまり賛成の側も出るのです。それこそ今回の件が話題になった時に SN 上ではこれは傑作だといった声が上がり、これに対する賛否が湧き上がったわけです。皆さんも考えてみてください。例えば日本人の中でも犯罪を犯す人がいます。その中には非常に凶悪で非常に残忍な人物などもいるでしょう。つまりどのような世界であってもどのような社会であっても必ずそのように一定数もしくは非常に多くの人の中には稀にとんでもない人が現れるものです。しかしそのような人物が特殊であり、多くの人々から賛同を受けない存在であるのは非常に正しいことです。ところが今回の像を作った人物に対しては賛成の側がそれなりにいて、ニュース報道などでは賛否両論という表記がされてしまうのです。このことこそが事の本質なのです。このような像を作ることに賛成だという人がそれなりの数がいる。それこそがまさに韓国の社会を非常によく表した出来事だと言えます。そして一つ目の記事の話に行きましょう。強制徴用工問題で8月がそろそろ近づいてきました。この8月4日が過ぎれば日本企業の資産売却が進むはずだといったような内容になっています。これは以前からずーっと続いてきた問題です。この問題はそれこそ去年からずっと引き続きやってきた問題ですが、一向に事態は進んでいません。それこそ資産売却するぞ、売却するぞ、売却するぞ、売却するぞ。もういいから何回言ったんだとこちらの方が思うほどに
ずっと繰り返してきているのです。そしてその度に日本側に対してチラチラと横目で見て、ほら、資産を売却するから日本側が何か反応を見せてくれといったことを永遠と繰り返しています。しかし日本側は政権が変わったわけではありませんから、この問題に対する姿勢というものも一切変わってはいません。そもそも日韓請求権問題はすでに解決済みであるというこの姿勢が一切変わりようがないからです。ですからこの問題というのは資産売却するぞというのをいちいち何度も言うのではなく、もうそろそろ実際の行動に移したらどうだろうかと私の方が思うぐらいです。むしろそのような事態に発展してから日本の政府がどのような動きをするかということこそがこの問題の本質でしょう。それこそ日本政府側がこれがもう解決した問題であるという基本姿勢をとっているのですから、あちら側が日本企業の資産を売却するというのはまさに道を外れた行為です。これに対して様々な制裁を発動させるというのは何ら躊躇する必要がありません。ですから躊躇する必要がない状況になった時に日本政府が実際の行動として何をするのかというのが一番の注目点なのです。以前麻生大臣は金融制裁なども当然視野に入るといったことを発言していますが、ではそれが口だけなのか、それとも行動に実際に移すのかどうか。もちろん口だけであればそれは何の意味もありません。実際にすることがまさに大事なのです。そして記事の中でも触れられていましたが、今現在ビザの発給を厳格化するというのは別にほとんど意味はありません。今は規制が強烈にかかっていますから、一般の人がじゃあちょっとフラッと旅行しようかなといった形で日韓の間を行き来することはできません。ただし恒久的な措置としてビザの発給厳格化というのを導入するのには私は賛成です。そして3つ目の記事は直接1つ目の記事2つ目の記事とは全く関係ないのですが、日韓の間の問題を見ればわかるように韓国の国情というものは非常に国際感覚が全くないことは明らかです。そして国際的な視野に立った場合も韓国という国の政治的な立場というものは実はほとんどどこにもないと言えます。そもそも世界政治上においては韓国というのはまさに何の存在感もないのです。この評価というのは客観的な事実であり、韓国のことをことさら貶めようとしているわけではありません。世界を引っ張るような政治リーダーが現れているわけでもないし、またその経済力についても中国などの特定の国に非常に依存した存在であることからも、特に世界的な影響があるわけでもありません。また、特定の地域における地域大国というわけでもありません。わざわざ主要国が集まった時に韓国を呼ぶ必要があるのかといえば、別にそういった存在ではないのです。これらのことから3つのニュースを聞いて皆さんは感想として、ああなんだいつもの韓国のニュースじゃないかと思ったのではないでしょうか。私自身はそう思いました。しかし、そのように相手方が同じことを同じように繰り返しているということこそが、韓国の非常に大きな問題であり、日本側がこのような問題を繰り返されることによって、うんざりして、そしてこの問題を取り上げなくなった時こそが、韓国がそれこそ喜んで、ああ、日本側がもう声を上げなくなったぞ、だから日本側が認めたんだといったような、つけ入るような隙を与えてはならないのです。ですから私たちも日韓問題については、たとえ事態が進行していなくても、何度となく相手が繰り返すのであれば、同じようにこちらも何度となく繰り返し、あちらの動きというものが全て間違っているんだぞということを再確認し、そしてそのことをより多くの人に周知するということが非常に大事なのではないでしょうか。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それではチャンネル登録していない人はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。